あなたは今日、何回、証券口座のアプリを開きましたか？朝起きて、ベッドの中でスマホを手に取り、ニューヨーク市場の結果をチェックして、ああ、また下がってると、深いため息をつく。通勤電車の中で、SNS を開き、暴落とか、大損というフォンナワードを見て、ドキッとする。そして昼休みに、日本の株価を見て、NISAなんて、やらなきゃよかったかなと、お弁当の味がしなくなる。せっかく、将来の安心のためにと始めた投資なのに、毎日毎日、増えたり減ったりする赤い数字や緑の数字に振り回されて、もう疲れた。怖くて、夜も眠れない。いっそ全部売って、現金に戻してしまおうか。そんな風に、心がポキッと折れそうになっていませんか？もし、図星だとしたら、今日の動画は、まさに今のあなたのための、最強の精神安定剤です。安心してください。あなたが感じているその不安や恐怖は、投資の才能がないからではありません。あなたのメンタルが弱いからでもありません。実はこれ、人間の脳の仕組みとして、当たり前の反応なのです。今日の動画では、ノーベル賞を受賞した行動経済学の理論や、投資の神様たちが残した歴史的なデータを使って、あなたの不安の正体を暴き、そして解消していきます。これを知れば、明日からあなたは株価のチェックをピタリとやめるでしょう。テレビで大暴落というニュースが流れても、脳がバグってるなと、コーヒーを飲みながら冷静に笑って過ごせるようになります。今日は過去に100年以上の株式市場のデータが証明する投資における最大の秘密、そしてなぜ15年という数字が我々50代にとっての魔法の数字なのか、徹底的に、そして論理的に解説します。決して絶対に儲かるという怪しい未来予知の話ではありません。しかし、過去、こうすれば負けなかったという、歴史と科学という名の確かな羅針盤をあなたにお渡しすることはできます。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。今、画面の向こうで、船長、また難しい話をするの？理屈じゃなくて、この恐怖を何とかしてくれよ。そんな声が聞こえてきそうです。おっしゃる通りです。恐怖というのは、理屈ではなかなか消えません。ですが、その恐怖の正体がわかれば、対処法が見えてきます。まず最初に、あなたに知ってほしい心理学の法則があります。それは、プロスペクト理論というものです。2002年にノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンという心理学者が提唱しました。この理論を一言で言うと、人間は得をした喜びよりも損をした痛みの方を2倍以上強く感じるというものです。例えば、道で1万円を拾った時の喜びの大きさをプラス10だとしましょう。逆に、財布から1万円を落としてしまった時の悲しみの大きさ。これはマイナス10ではありません。なんとマイナス20から25にもなると言われているのです。同じ1万円なのに、失う時の痛みは得する時の喜びの2倍以上。これを損失回避性と呼びます。あなたが今、NISAの画面を見て、少しのプラスでは喜べないのに、少しのマイナスで絶望的な気分になるのは、あなたが臆病だからではありません。人間の脳がそのようにプログラムされているからなのです。太古の昔、食料を失うことは命に関わりました。だから私たちは失うことに過剰に反応するように進化してしまったのです。まず自分を責めるのをやめてください。私が怖いのは脳が正常に動いている証拠だ。そう認めることから投資家としての第一歩が始まります。では、どうすればこの脳のバグに打ち勝てるのでしょうか。その答えを持っているのが、バリュー投資の父と呼ばれ、あのウォーレン・バフェットの師匠でもある、ベンジャミン・グレアムという偉人です。彼は、株式市場のことを、ミスターマーケットという架空の人物に例えました。ミスターマーケットは、とてつもなく気分屋です。彼は毎日、
あなたの家のドアを叩き、こう言います。今日は、あなたの株をこの値段で買い取りますよ。ある日は、彼は超ご機嫌で、素晴らしい。あなたの株には価値がある。高く買いますよ、と叫びます。でも翌日には、彼はひどく落ち込んでいて、もう世界は終わりだ。あなたの株なんて紙くずだ。二足三文でしか買えません。と嘆きます。多くの人は、このミスターマーケットの気まぐれに付き合ってしまいます。彼が落ち込んでいる時に、そんなに価値がないの。じゃあ今のうちに売らなきゃ。パニックになって売ってしまうのです。でも、グレアムはこう言います。ミスターマーケットは、あなたの召使いであって、主人ではない。彼の機嫌が良い時は利用し、悪い時は無視すればいいと。投資のリスクとは、このミスターマーケットの気分の振れ幅のことです。専門用語で、ボラディリティと言いますが、要するに、波の高さのことです。短期的には、市場は投票機のように、人々の人気や感情で動きます。しかし、長期的には、市場は計量機のように、企業の本当の価値で動きます。つまり、あなたが不安を感じているのは、ミスターマーケットという情緒不安定なおじさんの顔色を、毎日毎日、伺っているからなのです。ここで、もう一つ、行動経済学の重要な知見を紹介しましょう。リチャード・セイラーという学者が提唱した、近視眼的損失回帰という概念です。これは、頻繁に評価額をチェックすればするほど、損失の痛みを感じる回数が増え、結果としてリスクを取るのが怖くなり、そんな行動をとってしまうという現象です。データによると、株価を毎日チェックする人は、プラスを見る確率とマイナスを見る確率が、ほぼ3半、つまり50勝50敗になります。これでは、心休まる暇がありません。損失の痛みは2倍ですから、精神的には常にマイナスの状態です。しかし、チェックする頻度を1年に1回にするとどうでしょう。プラスを見られる確率は、ぐんと上がります。さらに、10年に1回なら、ほとんどの場合、プラスの状態を見ることになります。つまり、スマホを見るという行為そのものが、あなたの投資パフォーマンスを下げ、あなたの精神を蝕んでいる最大の元凶なのです。では、具体的に何年待てばいいのでしょうか。ここで登場するのが、本日のメインテーマ、魔法の数字、15年です。アメリカのペンシルベニア大学、ウォートンスクールの教授、ジェレミー・シーゲル博士。彼は、株式投資の未来という名著の中で、過去に100年、1802年からの米国株式市場のデータを徹底的に分析しました。彼は、株を保有する期間と実質リターンの関係を調べ、驚くべきグラフを発表しました。そのデータによると、株を持つ期間が1年の場合、最高でプラス 66% のリターンが出る年もあれば、最低でマイナス 38% の大暴落をする年もありました。まさに、ミスターマーケットが暴れ回っている状態です。これでは、怖くて大切なお金を預けられません。しかし、保有期間を延ばしていくと、この振れ幅はだんだん狭まっていきます。5年保有すると、マイナスの幅はだいぶ小さくなります。10年保有すると、マイナスのケースはごくごく稀になります。そして、保有期間が15年を超えたとき、歴史的な事実として、ある現象が起きました。過去のどの15年間を切り取っても、1802年から200年以上の間、世界大戦があろうが、大恐慌があろうが、オイルショックがあろうが、IT バブル崩壊があろうが、リーマンショックがあろうが、米国株、S&P500 などのインデックスのリターンは、すべてプラスになっていたのです。最低でもプラス、最高ならもっとプラス。つまり、シーゲル博士のデータ上では、15年以上持ち続ければ、元本割れする確率は 0% だった。ということなのです。これが、投資における時間の魔法であり、平均への回帰と呼ばれる現象です。短期で見れば、
荒れ狂う大波でも、15年という長期の視点で見れば、右肩上がりの穏やかな海流に見えるのです。なぜ、こんなことが起きるのでしょうか。それは、私たちが生きている資本主義社会が、人間の欲望と創意工夫によって成長し続けているからです。企業が利益を出し、配当を出し、再投資をする。そのサイクルが15年続けば、一時的な暴落などの見込んでしまうほどの大きな成長になるのです。もちろん、過去のデータは未来を保証しない。これは金融商品の説明書に必ず書いてある免責事項であり、鉄則です。これから先、人類史上初めて、15年もってもマイナスになる時代が来るかもしれません。隕石が落ちて地球が割れたら、株どころではないでしょう。しかし、私たちは何を信じて投資をするのでしょうか。明日のニュースキャスターの不吉な予見でしょうか。SNS のインフルエンサーの無責任な煽りでしょうか。それとも、シーゲル博士が示した200年積み上げられた事実でしょうか。私は圧倒的に後者を信じます。だからこそ、今日、株価が下がっても、ああ、今はミスターマーケットが不機嫌だな、と思うだけで、売ろうなんて、みじんも思わないのです。なぜなら、私のゴールは、明日ではなく、15年先にあるからです。ここで、こんな反論が聞こえてきそうです。船長、理屈は分かった。データが正しいのも分かった。でも、俺たちはもう50代だぞ。15年も待っていたら、おじいちゃんになっちゃうよ。人生の最後に一番金持ちになってどうするんだ。その気持ち、痛いほどわかります。20代の若者なら、30年放置で済みますが、私たちには、残された時間が少ないように思えます。ですが、ここで最後の視点。50代の戦い方についてお話しします。実は、50代こそが、この15年ルールに最も適した世代なのです。冷静に計算してみましょう。今、あなたが50歳だとして、15年後は何歳ですか？ 65 歳です。今、あなたが55歳だとして、15年後は何歳ですか？ 70 歳です。この65歳から70歳という年齢。これ、何をする時期でしょうか？そう、現役を引退し、老後資金を使い始める時期、そのものではありませんか？私たちは、来年使うお金のために投資をしているわけではありません。来年使うようなお金は、絶対に銀行預金に置いておくべきです。私たちが NISA という畑で育てているのは、仕事をしなくなった後、自分を食わせてくれるお金です。つまり、50代にとっての15年という期間は、長すぎるどころか、投資のゴールと、定年や年金生活という人生の節目が、見事に重なる奇跡のような期間なのです。20代が投資をする場合、40年後なんて想像もできません。結婚、出産、住宅購入、教育費。途中で現金が必要になって、せっかくの株を売らざるを得ない。そんな人生イベントによる脱落リスクがたくさんあります。しかし、50代は違います。子育ても終わり、家のローンも目処がついている。これから15年間、じっくりと腰を据えて、時間を味方につけることができる。実は、50代こそが、最も長期投資に向いている。黄金の世代なのです。投資の神様、ウォーレン・バフェットはこう言いました。株式市場とは、忍耐のない人から忍耐のある人へ富を移動させる装置である。プロの機関投資家やデイトレーダーたちは構造的に待つことができません。彼らは3ヶ月ごと1年ごとに成果を出さなければクビになってしまうからです。だから短期的な値動きに一喜一憂し、無駄な売買を繰り返します。しかし私たちは違います。誰に報告する必要もありません。ノルマもありません。ただ、15年後の自分へのプレゼントとして、持っておく、ただそれだけでいいのです。この時間的優位性こそが、素人の私たちが
プロの投資家に勝てる唯一の武器です。今日、株価が暴落したとしましょう。ニュースでは、リーマンショックの再来か。市場はパニック。今すぐ逃げろ。大騒ぎするでしょう。そんな時、あなたは、カーネマンやシーゲル博士の顔を思い浮かべて、温かいお茶でも飲みながら、こう思ってください。ふふん、私のゴールは15年後だ。今の下げなんて、200年の歴史で見れば、ただの誤差だ。安く買えてラッキー、バーゲンセールだな。そう思えた瞬間、あなたは、感情に支配されたただのカモから、歴史とデータを武器にした賢明な投資家へと、生まれ変わったことになります。最後に、船長からあなたへ、行動経済学に基づいた、具体的なアドバイスを一つだけ。今日、この動画を見終わったら、証券口座のアプリを、スマホの画面の、一番押しにくい場所、例えば3ページ目のフォルダの奥底に移動させてください。あるいは、積み立て設定後、消してしまってもいいかもしれません。これは、コミットメントデバイスと呼ばれる手法です。毎日チェックしても、お金は増えません。むしろ、損失回避性のバイアスがかかり、不安が増幅され、売却ボタンという悪魔の誘惑に負けてしまう確率が上がるだけです。あなたのやるべきことは、素晴らしい投資対象を選んだら、あとは市場の回復力と時間の魔法を信じて、どっしりと構えていること。嵐が来ても船から飛び降りないでください。飛び降りたらそこでゲームオーバーです。船にしがみついていれば、歴史が証明する通り、必ず穏やかで美しい資産の港にたどり着けます。15年後、65歳、70歳になったあなたが、豊かに実ったNISA口座を見て、あの時、怖かったけど、売らずに持ち続けてよかった。船長の言う通りにしてよかった。そう笑顔で乾杯している姿を、私は想像しています。大丈夫、時間はあなたの味方です。焦らず、ゆっくりと、航海を続けていきましょう。今日のお話を聞いて、心が軽くなった。もう毎日株価を見るのはやめるよ。そう思っていただけた方は、ぜひ高評価ボタンを押して、その決意を私に知らせてください。皆さんのどっしり構えた姿勢が、私の発信の励みになります。このチャンネルでは、これからも、金融機関やメディアが煽る恐怖に負けない、50代、60代のための本音の資産防衛術を発信していきます。まだの方は、ぜひチャンネル登録をして、私と一緒に、賢く、心穏やかな航海へでかけましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。